よいしょ。はい、どうも、そのさんチャンネル、そのさんです。いやー、だいぶ涼しくなってきましたね。皆様、楽しくサイクリングされていらっしゃいますでしょうか？ご覧ください。私のこの自転車、もうすごいキャンプ道具がパンパンついていて、今朝、実はちょっとデイキャンプに行くつもりだったんですが、ちょっと仕事のやりとりなんかがちょっとね、急に入って時間がかかっちゃって、ちょっと出発できる時間ではなくなってしまい、もうそのままつけたままというね、もう名残が本当に悲しい状態です。ということで、今回はもう雑談します。はい。もうすっごい雑談しようかなと思っています。題して、今後のビアンキってどうするんでしょうねっていう、まあちょっと大きなお世話な話をしようかなと思うんですが、何か裏付けがあったり、実は情報を掴んでいて、それを元にお話しするというわけでは全然ないです。Google とかそういう記事を読んで個人的に思ったところを吐露していこうかなというふうに思っておりますので、ご興味ある方は最後までお付き合いいただければ幸いです。では行きましょう。さて、今年1年は結構ロードバイク、自転車関係でニュースも多いというか、モデルチェンジの話なんかもあって、まあ飽きないというか結構楽しい1年になっているなというふうに思うんですけれども、まあビアンキもね、去年のケツ、今年の頭とかに、新型のオルトレシリーズっていうのが出て、で、少し前にスペシャリッシマですね、のモデルチェンジした、まあ新しいのが出ますよみたいな話になっていると思います。まあ他の会社もね、本当に今回モデルチェンジ多かったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、皆様どうですか？ちょっとビアンキの話にはなってしまうんですけれども、まあ、新型のオルトレシリーズっていうのがね、オルトレ RC、オルトレプロ、オルトレコンプというのが出て、どういう印象をまず持たれましたか？私、これ言っちゃっていいのか言おうか。別に関係ないか。私個人的に思ったところなんですけど、新型のオルトレシリーズの、まあ、フレーム形状とか、ハンドルの形状っていうのを見たときに、いや、サーベロじゃんって。サーベロの S5 じゃんってめっちゃくちゃ思っちゃったんですけど、どうですか皆さん思いませんでしたいいのかなまあいいか。ね、この、シートチューブのタイヤを覆う感じとか、このハンドルの Y 字のね、穴が開いてる感じとか、まさにサーベロ S5 だなっていうふうに思っちゃったんですよね。まあ、本当に類似してるとか部分はあったとしても同じではないので、決してなんかこう、真似したとかではないと思うんですけれども、で、この新型のオルトレが、まあ、できた背景、私もちょっと記事で読んだだけ、なんですけど、まあ、ビアンキの中の別動隊みたいなチームが、エアロロードバイクっていうのをゼロからもう一回作ろうぜみたいな、まあ、プロジェクトが動き出して、で、今までのオルトレ XR4、XR3 とかそういうののノウハウを一回もうなし、ゼロの状態にして、もう本当にゼロからエアロロードバイクとはっていうのを突き詰めて作った結果が、新型オルトレシリーズの形状ということなんですよね。いや、素晴らしいことだと思うんですよ。まあ、それをちょっと考えると逆にもう何年も前に出来上がって販売まで至っていたサーベロってすげえなと思いますね。いや、さすがエアロダイナミクスの申し子だなって思うんですけど、まあ、サーベロの話は一旦置いといて。で、まあ、新型オルトレシリーズって何ぞどんなもんっていうのを私も記事で読んで、なるほどとは思ったんですが、まあ、簡単に言うと、まあ、エアロロードバイク、もう真のエアロロードバイクっていうような感じなんですよね。まあ、今までビアンキのエアロロードバイクの一番上、最高峰といったらやっぱりオルトレ XR4 だったと思うんですよね。まあその XR4 よりもまあエアロ効果っていうのが上回っていますよっていうシリーズになるんですよね。まあ3種類 RC、一番上の RC が200万余裕で超えてきましたもんね。なんかカーボンの素材がめちゃくちゃ軽くてめちゃくちゃいいやつを使っていて、まあエアロディフレクターとかよくわからんギミックもついていてなんかね、よほど空気を味方につけるようなギミックらしいんですけど、まあ、それでピュアレーサーといえばもうこれでしょみたいな感じに出来上がっているのがオルトレ RC なんですよね。で、オルトレプロっていうのが、まあその辞典になるものではあるんですけれども、エアロディフレクターとかそういうギミックは同じようについてって、カーボン素材が RC とはちょっと違うんですよね。でも、ビアンキの特許を取得しているカウンターベイル CV が入っているというのが、プロになるんですよね。
で、最後のオルトレコンプっていうのが、まあ、カーボン素材は、まあ、ちょっとランクが下がっているのかな。で、エアロディフレクターとかいうギミックも基本的についてなくって、カウンターベイルも入っていない。まあ、形状は新型のオルトレシリーズですっていうのがオルトレコンプっていうみたいなんですよ。これを考えた時に皆さんどう思いましたか？私が個人的に思ったのは、じゃあもう、オルトレ XR4 売れねえじゃんって思ったんですよ。そんなことないのかもしれないんですけど、個人的に思ったところで。まあ、ビアンキで例えば、まあ、エアロロードバイク、めちゃくちゃいいエアロロードバイク欲しいなって思った人って、この新型オルトレが出るまでってもう一択ですよね。もうオルトレ XR4 になるじゃないですか。まあ、カウンターベイルをいらないってなったら、時点で、アリアがね、形状同じなので出てくるかなとは思うんですけど、やっぱ一番いいのって言ったら、オルトレ XR4 を選ぶっていう選択肢だったと思うんですが、新型オルトレシリーズが出たことによって、まあ、エアロ効果が XR4 よりも上なので、まあ、本当にいいエアロロードバイク欲しいんだ、ビアンキでって言ったら、新型オルトレシリーズに行くのはもう当然の流れになっちゃうと思うんですよね。で、RC に関しては、そのカウンターベイルが入っていないから、やっぱカウンターベイル、振動除去システムはどうしても乗り心地が好きだから欲しいって言ったところで、じゃあ XR4 買うのかって言ったら、オルトレプロがカウンターベイル入ってるんですよね。で、同じカウンターベイル入ってますよと。エアロ効果はこっちの方が上ですよと。まあ、価格の問題はあるとは思うんですけど、ってなった時に、こっち行くよねって思うんですよ。エアロ効果を求めるのであれば。じゃあ、XR4 に行く理由って何なんだろうと。で、ビアンキってなんか私の中でこう、いろんなラインナップがある中で全部把握できてるかわかんないんですけど、まあ新型のスペシャリッシマ。まあ前までのスペシャリッシマも1は変わんないですよね。最軽量。ビアンキの中で最軽量で、かつ、今回のモデルチェンジによってエアロ効果もね、すごく強くなったっていうので、まあ上り軽いからいけるし、下りエアロ効果が増えたことによって、ビューンって風切っていけるし、で、平坦は当然軽いから走りやすいしっていう完全オールラウンダー。のスペシャリッシマが今まで通りいて、で、今までだったら、エアロロードバイクの最高峰 XR4 がいって、その時点に、アリアがいるんですよね。で、真下じゃなくて斜め下に降りたところにオルトレ XR3 があって、その3の時点というか下に、まあ、スプリントがあるっていうのは私のイメージだったんですよ。で、エンデュランスロードバイク激ブリっていう風に言ったら、インフィニートの CV があって、CV が入っていない、XE だったっけインフィニートっていうのがあって、エントリーモデルは2ローネっていうようななんか系譜が私の中でビアンキにはあったんですけど、今後は絶対的なスペシャリッシマ、エアロ部門で言うと新型オルトレシリーズ、時点っていうのがちょっと浮かばなくなっちゃうんですよ、そうなると。もうその RC プロコンプの中でもう出来上がっちゃうだろうなってイメージがあって。で、ポツンとなんか残っちゃったよねっていうオルトレ XR3。エアロ、まあ、効果もあるし、エンデュランスにも触れるし、もうユーザー次第だよねっていうところがあり、その下のスプリントが残って、エンデュランスのインフィニート系、エントリーモデルの2ローネ。XR4 とアリアの所在が本当どうするんだろうなっていうふうに思いませんか？まあ別にね、私が心配するようなことではないんですけれども、だから XR4 が今後モデルチェンジするときに全く違う路線にモデルチェンジをしてくるのかなっていうのがちょっと思ったんですよ。まあだからちょっとね、これどうなんだろうっていうのが今心配っていうより心配する必要はないけど、不思議なところなんですよね。で、ちょっと他メーカーにはなってしまうんですけど、スペシャライズドさんいますよね。スペシャライズドには S ワークスっていうのもあってっていうのにちょっとごちゃごちゃするので、もうスペシャライズドで一つで私は言ってまとめるんですけれども、スペシャライズドがね、今年ターマック、スーパーオールラウンダーバイクのターマックが、SL8、8が出たんですよね。フルモデルチェンジみたいな感じで。今までのスペシャライズドの私の中での系譜というか、わかりやすい3枚看板みたいなのがあって、それが、エアロのベンジ、オールラウンダーのターマック、で、振動吸収性がすごいよっていうルーベ。で、その3枚だったんですよ。で、そこに、まあ、最軽量バイクでやるエイトスですかね。が入ってきて、まあ、4枚看板かって感じになって
てたなーっていうイメージだったんですけど、ターマックがもう完全にベンジを食い散らかしたので、まあ今後は、まあ、エアロロードオールラウンダー。まあ、エアロオールラウンダーみたいなわかんないけどね。そういう位置づけにターマックが入って、やっぱりフューチャーショックが入ってる振動吸収抜群なルーベがそこのまた違うところに行って、で、最軽量っていうところでエイトスっていう、まあ、この3枚看板に、もう今後なんのかなと。なんかわかりやすくシンプルですよね。うん。まあ、他にもいろんな味のあるバイクはあるとしても、なんかわかりやすい3枚看板が、まあ、出来上がったのかなっていうふうには思うんですよ。で、スペシャライズドさんは、まあ、潔いというかわかりやすく、ベンジの生産完全に止めたじゃないですか。で、ベンジの生産レーンが空いた分を、まあ、ターマックの生産レーンにするのかなとか、それはちょっとわかんないんですけど、って考えると、まあ、ビアンキももしかしたら今後、オルトラ XR4 の生産やめて、その生産レーンのところに何か新しいのぶち込むのかなっていうふうに考えると面白そうではありながら何入れてくるかの予想つかないですよね。うん、もうエアロは持っていってるし、オールラウンダーもいるし、エンデュランスもいるし、エントリーもあるし、XR3 のちょっと、なんて言うんでしょう、エアロにもエンデュランスにもユーザーがね、ホイールを何選ぶかとか、フィッティングでね、どういう風にするかとかで、味付けが変えれるような、そういうなんか、感じのバイクを尖らせていくのかな、そういうレーン作るのかなっていうのが思ったりもするんですよね。そうなってくると、次のなんか、オルトレ XR ホニャララが、なんか気になるところですよね。もしかしたら、4、3だったのが、もう、オルトレ XR で止めるみたいな。オルトレ XR っていうシリーズっていうのができちゃったりするのかなとか。まあそこら辺がちょっとね、今後の動向にすごい期待しているところなんですけれども、皆さんどうですか？なんか皆様も、こういうのが気になる、こうなるんじゃないかなという予想があればね、コメントなんかでいただければとは思います。はい、ではまとめです。今回はですね、まあ、ビアンキって今後どうするんだろうね、というような雑談をね、勝手にさせていただいたんですけれども、まあ、個人的には、新型オルトレシリーズよりも、モデルチェンジされたスペシャリッシマよりも、今後、ビアンキがどういうラインナップでやっていくんだろうな、っていうのがすごく気になる。まあ、そんなところでした。ね。はい、こっからはすごい余談いきます。すごい余談ですよ。アニメの、オープニングとかエンディングではなくて、そのアニメの中で流れる挿入歌、劇中歌っていうのが、すごくかっこいいなーっていう風に最近すごく思いまして、いろいろ聞いてみて、おすすめの3曲っていうのをバッとちょっと紹介していこうかなと思います。1つ目、シティハンター。ちょっと古いんですけれども、シティハンターの中に流れてくる挿入歌、フットステップという曲があります。これがね、かっこいい。かっこいいタイミングでかっこよく流れてくるんですよ。もう、これはかっこいいですね。ずるい。ずるいなと思います。ぜひ聴いてみてください。二つ目、がですね、これも古いんですけれども、北斗の拳2に流れてくる、キルザファイトっていう曲なんですね。これちょっと癖のある曲だなとは思うので、好き嫌い分かれるとは思うんですけれども、まあ、聞くとなんかね、耳に残るというか、たまに頭の中で流れてきちゃうようなね、なんか、絵も言えぬかっこよさのある曲ですので、これもぜひね、ちょっと聞いてみていただければなと思います。三つ目、これがすごい。三つ目、これはすごいですよ。本当に。めっちゃいい。もうね、バカ。バカいいです。パンティー&ストッキング with ガーターベルトっていう、今では絶対できない、放送ができないアニメなんですけれども、その中に流れてくる。これはまあ、劇中歌というか、それで一つ完結しちゃってるんですけれども、D シティロックという曲があります。これがね、もう、めちゃくちゃかっこいいです。アホほどかっこいい。もうなんか劇中歌うんぬんじゃなくて、これ1枚で CD パーンって出しても、普通に売れんじゃないかなっていうぐらいすっごいかっこいい曲なので、ぜひパンティー&ストッキング with ガーターベルトで調べていただいて、その中に出てくる D シティロックっていう曲、ぜひ聴いてみてください。もう本当にお気に入りのラインナップに入ること受け合いです。ということで、はい、今回はこれくらいかな。それではまたお会いしましょう。バイバイ。キャンプ行きたかったよね。